ご覧いただきありがとうございます。私たちは今、新山口駅に来ています。今回は SL 山口号に乗って津和野駅まで行ってきました。 SL 山口号は現在ではいくつかの場所で復活されている SL 観光列車のまさに元祖的存在です。今回乗車したのは新山口駅10時54分発臨時快速 SL 山口号津和野行きです。 SL の出発する一番乗り場は SL の表示で溢れていました。新山口駅は平成15年までは小郡駅と名乗っていました。10時31分、ホームに SL 山口号が入線してきました。客車側を先頭にバックで駅に入ってきました。ここから出発までの約20分間 SL を撮影することができます。機関士さんによる入念な点検、出発準備が行われていました。今回の動画では新山口から津和野駅までグリーン車に乗車した模様を、そして次回動画では津和野から新山口駅まで普通車での動画を、さらにその次の動画では新山口から津和野、そして新山口まで機関車の付け替えを含む全行程をお送りする予定です。チャンネル登録してご覧いただけたら嬉しいです。客車は古そうに見えますが、実はかなり新しいです。編成の前後には展望デッキがあり、実際に出ることができます。ただし、機関車の後ろになった場合は出ることはできません。床は木材が使用されています。それでは乗車していきましょう。今回乗車したのは最後尾のグリーン車です。グリーン車最後尾には展望室と展望デッキが備えられています。こちらは最後尾にある展望デッキです。そんなに広くはありませんが、今回乗車中混み合うことはありませんでした。この列車は展望デッキの手前には展望室があり、グリーン車利用者はこちらに立ち入ることができます。こちらが今回乗車したグリーン車の座席です。とにかくふかふかした座り心地で最高に快適でした。こちらは2人掛け、4人掛けのボックス席です。洗面台もすごく古そうですが、センサーで自動で水が出ます。こちらは普通車の車内です。普通車は車椅子席を除いて全ての席が4人掛けボックス席です。各車両に荷物置きスペースがあり、車椅子席や多目的室、多目的トイレがあるなど設備は最新鋭でした。3号車には売店があり、お飲み物やお菓子、グッズなどを販売しています。同じく3号車にはフリースペースがあり、蒸気機関車の仕組みや歴史を紹介するパネル展示などがありました。こちらは5号車にある車椅子の方も使用できるトイレです。ベビーチェア、おむつ交換台、ウォシュレットも装備された SL の客車とは思えない最新鋭のトイレです。出発までのひととき、記念撮影される人たちで機関車の前は常に大混雑でした。改めて SL 山口号の人気を実感しました。年季の入ったプレートには昭和13年製造の文字が入っていました。 SL のむき出しになったパーツがとてもかっこいいです。グリーン車に戻ってきました。出発まで車内を探検してきましたが、
SL 山口号の客車は古くて新しい、とっても素敵な車両でした。グリーン車を含む全ての車両がレトロ調で、当時の客車の雰囲気を存分に味わうことができます。津和野までの間、こちらの展望室や展望デッキ、そして快適なグリーン車の座席を存分に楽しみたいと思います。グリーン車の座席は今まで乗車した中でも最大級に、前後の間隔にゆとりのある座席でした。照明、網棚も当時の車両を再現されており、レトロ感にあふれています。各座席にコンセントも設置されており、まさに最新鋭の車両にも引けを取りません。グリーン車を含む全ての車両の窓を開けることができ、外の風を感じることができます。肘掛けには大型のテーブルが収納されており、引き出して使用することができます。カーテンはレースのカーテンと厚手のカーテンの2種類付けられていました。昔はこれが普通だったのかもしれませんが、今ではとても珍しいと思いました。列車は前から5号車、4号車の順で、一番後ろが1号車です。この列車は全車指定席です。いよいよ出発の時です。手笛の後、汽笛の音が鳴り響く最高の瞬間でした。10時54分、時刻通りに SL 山口号は新山口駅を出発しました。終点、津和野には13時7分の到着です。2時間13分の SL の旅が始まりました。とてもたくさんの人たちがお見送りしてくれていました。SL 日和の最高にいい天気です。出発するとすぐに新山口駅構内の車庫の横を通過します。転車台を中心に気動車の並ぶ光景は非電化区間ならではの光景です。いたしました。今日は JR 西日本の SL 山口号津和野行きにご乗車くださいましてありがとうございます。この列車を牽引している機関車はレゴ1の愛称で呼ばれています。レゴ11-200号機です。日本の蒸気機関車の中でも最多となる1115両が作られ、4つの動輪と大型のボイラーが特徴の機関車です。昭和13年、鉄道省浜松工場で製造され、今年で87年目を迎えます。この列車は全車指定席です。前寄りの5号車から2号車までが普通車指定席、一番後ろの1号車がグリーン車指定席です。乗車記念証をいただきました。これから先沿線ではたくさんの方々が私たちに手を振ってくださいます。皆様もできる限り手を振り返していただけたらと思います。それでは終点津和野までおよそ63キロ、車窓を流れる窓から田園風景をご覧いただきながら約2時間の SL の旅をお楽しみください。放送の通り、沿線のさまざまな場所でたくさんの人たちが手を振ってくれていました。SL 山口号の客車35系は2017年、平成29年に製造されました。とてもレトロに見えますが、当時 SL に牽引されていた客車の雰囲気を再現し、最新の安全対策を反映した車両です。2017年製造の車両には他に何があるかを調べてみたら、
JR 東日本の特急あずさなどに使われている E353 系がありました。35系客車は翌年選定されたブルーリボン賞を受賞しています。この時の上位車両にはトワイライト水風用の87系気動車、トランスイート四季島用の E001 型電車がいました。水風四季島をしのいでなんと35系が選定されたそうです。次の停車駅は湯田温泉です。山口の名湯と言われる湯田温泉は1日2000トンの湯量を誇る天然温泉で美肌の湯とも言われており、多くの人に親しまれています。 SL 山口号の停車する各駅では車掌さんによる駅または観光施設の丁寧な案内が放送されていました。新山口を出てしばらく続いた市街地の風景はあっという間に自然豊かなのどかな風景へと変わっていました。ご乗車ありがとうございました。まもなく山口に到着をいたします。お出口は左側です。山口を出ますと次は美保に停まります。山口駅に到着します。山口県の県庁所在地の最寄り駅です。山口駅出発は最後部展望デッキに出てみました。県庁のある駅とは思えない佇まいの山口駅でした。お決まりの車体側面からの動画ももちろん撮影することができました。森の中に突っ込んでいくこの感じがすごくいいです。機関車の汽笛、そして煙がいい雰囲気を醸し出しています。車両の窓に映った緑も最高です。展望デッキは少し暑くなってきたので展望室に入りました。しばらくここで流れゆく景色を見ていました。最高のひとときでした。列車の速度もゆっくりですが私たちの時間もゆっくりと流れてゆきます。ずっと乗っていられる最高の空間でした。こちらの QR コードを読み込むと乗車記念証をダウンロードすることができます。勾配は1000分の25といい、1km 行く間に25メートル上がっていくという
山口線で最大の難所となります。またこの先トンネル区間となります。 SL の煙が車内に入りますので窓はお閉めください。 SL はこの先多くの水と石炭を使います。次の2保駅では蒸気の圧力を最大にして長くて急な坂に挑む準備をいたします。11時39分の発車までおよそ8分間停車します。しばらくの間お待ちください。まもなく2保駅に到着します。2保駅ではこの先の急勾配を登るため、車内放送にもあったように坂を登る準備のため約8分間停車します。2保駅に到着しました。8分間の停車時間を利用して皆さん下車して SL を撮影されていました。旧型客車と SL、 そして田舎のひなびた駅、最高の組み合わせです。もちろんこの時間は山口号から降りたお客さんで大混雑でしたが、ちょうど機関車ではここから先の坂を登る準備が行われていました。本当にご苦労様です。昔は至るところでこの作業が行われていたことでしょう。前方の跨線橋の途中からはベストな角度で SL を撮影することができました。煙突から出る真っ黒で力強い煙がこれから先坂を登る意気込みのようにも感じられました。思わず応援したくなりました。山口号の停車駅には観光用の駅名表が設置されており、 SL 情緒を盛り上げてくれていました。待合室にあった時刻表は恐ろしいくらいに本数が少なかったです。8分間の停車時間が過ぎ、出発の時間が来ました。まもなく列車はトンネルに入ります。窓はお閉めくださいますようお願いします。 SL の煙が車内に入ります。窓はお閉めください。ゆっくりと、そして助走をつけて坂道に挑みます。待ちに待ったお弁当の時間が来ました。今回いただいたのはその名も SL 山口弁当。まさに SL の車内でいただくのにぴったりの駅弁です。新山口で乗車前に購入しました。山口県と津和野の魅力のあふれたお弁当でした。緑豊かな車窓を楽しみながらレトロな車内で地元の食材を使用した弁当をいただく、まさに至福のひとときでした。2保駅を出発してからしばらくは山深い場所をゆっくりと進んで行きました。出入り口は形状は古そうですが、ドアチャイムも装備されており、半自動扱いの際の開閉ボタンも設置されています。篠目駅を出発します。この駅は周囲を山々で囲まれているため、山に反射して響き渡る汽笛が一番綺麗に聞こえるそうです。列車の窓を開けて思う存分に汽笛の音を聞きました。
窓を開けて走行音を聞くと、レールの継ぎ目の音や踏切の音、風の音がとてもよく聞こえて、さらに涼しい風も入ってきて、とても気持ちよかったです。まさに五感で楽しむ SL の旅でした。列車は長門峡駅を出発しました。まもなく列車は鉄橋を渡ります。この橋は沿線でも有名な撮影スポットでもあります。 SL の写真は天候や気温、風向きなどによって一枚一枚表情が変わるため、一枚として同じ写真はないと言われています。理想の一枚を求めて全国からたくさんの鉄道カメラマンの皆さんが盛んにシャッターを切っておられます。次の停車駅は私服です。この辺りの景色は本当に最高でした。今回の動画ではどこをカットするのかを迷うくらいに素晴らしい車窓の風景の連続でした。架線を支える鉄柱がないので、窓いっぱいに広がる景色がとても見やすいです。まさに昭和の日本の原風景を走っているかのようでした。車内には昭和9年の路線図を復刻したものが飾られていました。この路線図はめちゃめちゃ興味深く、ゆっくり眺めてみたいと思いました。展望室にやってきました。並行する道路を走る車の中からもたくさん手を振ってくれていました。 SL の走る姿は相当なインパクトがあるのだと思いました。また走る速度が遅く、道路を走る車とほとんど同じ速度で走っていました。まもなく慈福駅に停車します。慈福駅では約12分停車します。この駅では構内踏切があり、停車中には真正面から SL を撮影することができました。停車中の SL をこんなに間近で見ることはなかなかなく、その迫力に圧倒されました。斜めから見るこのアングルはまさに最高にかっこいいアングルでした。駅の外に出てみました。ザ・田舎の駅って感じで最高の佇まいをしていました。 SL のよく似合う映画に出てきそうな素敵な駅でした。この駅も極めて本数の少ない駅でした。12分間の時間を利用して皆さん思い思いの満足のゆく写真を撮影されていました。田舎の駅に到着した SL と束の間の触れ合える時間でした。思う存分さまざまな角度から撮影することができました。機関車をこんなに近くで見たことがなく、大満足のひとときでした。方向と石炭の燃え盛る窯の中も少しだけ見ることができました。太鼓
千福駅を出発します。まるで昭和にタイムスリップしたかのような光景が広がっていました。トンネルがなければずっとここで流れる景色を見ていたいと思いました。時間がとてもゆっくり流れている感じがして本当に乗ってよかった山口号。もしご利用の際には展望デッキを利用できるグリーン車の利用をお勧めします。グリーン車は乗車定員も少ないためデッキ、展望室ともに利用する人は少なくゆっくり楽しむことができました。最後の停車駅、徳佐駅を出発しました。次はいよいよ終点の津和野駅です。長かった SL の旅もあとわずかとなりました。本当に最高の景色です。次は終点の津和野です。あと15分ほどで到着をいたします。列車はこれから津和野に向けて雄大な田園地帯を走っていきます。この沿線の豊かな自然の風景は昭和54年に SL 山口号が運転を開始した当時からほとんど変わることなく昭和の原風景を眺めることができます。これから最初に入りますトンネルは山口線で2番目に長い白井トンネルで長さは1550メートルほどあります。このトンネルの真ん中あたりが山口県と島根県の県境となっています。トンネルを抜けますと島根県津和野町に列車は入ります。あと5分ほどで終点の津和野に着きます。お出口は左側3番乗り場の到着です。津和野に着きます。お降りの際はお忘れ物などがございます。津和野の市街地へと入ってきました。まもなく終点津和野駅に到着します。今日は SL 山口号にご乗車くださいましてありがとうございました。 SL の旅はお楽しみいただけましたでしょうか。またのご利用を心よりお待ちをしております。本日津和野とても暑くなっております。水分を多めに摂るなど熱中症には十分お気をつけください。またこの先もお怪我などなさいませんよう楽しい旅をお続けください。津和野 The doors on the right side will open. Thank you. ノスタルジックあふれる最後の車内メロディーが車内に鳴り響きました。 SL 特有の迫力ある音や汽笛などを存分に堪能でき、当時の車両を再現した客車も昭和レトロを身近に楽しむことができました。沿線の至る所で手を振ってくれていた地元を中心とした皆さんとの触れ合いもまさに大感激でした。山口線沿線の皆さんに愛されている素晴らしい SL 山口号だと思いました。津和野駅に到着しました。
ちょうど目の前に観光用の駅名標が来るベストな場所に停車しました。今回の動画は以上です。長らくのご視聴ありがとうございました。地元の方に愛された元祖 SL 観光列車 SL 山口号ご乗車の際の参考になりましたら嬉しいです。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。